今回紹介するプラグインはスーパーモーフィングスです。モーションツールズプロで有名なモーションデザインスクールが開発したプラグインです。異なるシェイプやイラスト、テキスト、アイコンなどを滑らかにつなぎ、自然なモーフィングをボタン一つで制作できます。 CG におけるモーフィングとは、ある形や画像から別の形や画像へ滑らかに変化させる技術のことを言います。例えば四角形から円の形の変化、これもモーフィングです。スーパーモーフィングスはこのモーフィングとは厳密には少し性質が異なります。一つの形が別の形へ連続変形するというよりも、モーションデザインとして自然につながるトランジションという考え方が強いです。アニメーションとの相性が良く、あくまでアニメーションの中で自然に画像を切り替えられるエフェクトです。これがボタン一つでできるのがこのプラグインのすごいところです。オープニングタイトルなどのアニメーションと抜群に相性が良く、使用すればクオリティが格段に上がります。汎用性が高いプラグインというより、飛び道具的な使い方でアニメーションを分かりやすく華やかにしてくれます。まずこちらがスーパーモーフィングスのツールの見た目です。ボタンも少なくシンプルですね。使い方も非常にシンプルです。メインで使用するのはこのモーフイットのボタンです。では実際に使ってアニメーションをつけていきます。その前にレイヤーを確認しておきましょう。レイヤー名の01は左上のシェイプレイヤーで作成されたアイコンです。02が右下のイラストのレイヤーです。03がその左下のティップスマッシュのテキストロゴです。03はマスクで1文字ずつにバラバラにしてあります。04はイラストレーターで作成したアルファベットのロゴです。こちらも1文字ずつバラバラにしてあります。文字をバラバラにする理由はこちらのアニメーションを作成するためです。それでは早速使っていきましょう。01のレイヤーを選択してコントロールを押しながら02のレイヤーも選択します。この状態でモーフイットを押します。再生します。これだけでモーフィングのアニメーションが作成できました。気をつけることはレイヤーの選択順番くらいです。ここで補足ですが、3つ以上のレイヤーを選択した場合は最後のレイヤーに集約されてアニメーションが作成されます。例えば全てのレイヤーを選択してモーフイットを実行した場合、最後に選択した H の文字にレイヤーが集まり、このように H の文字に切り替わるアニメーションが作成されます。ではモーフイットを押すとどういう処理がされるのでしょうか。01と02を選択して U ボタンを押してキーフレームを表示してみましょう。01にキーフレームアニメーションが自動で作成されているのが分かります。01と02を選択してショートカット E ボタンを2回続けて押してエクスプレッションを表示します。各パラメーターにエクスプレッションが適用されています。そして01のレイヤーを選択してエフェクトコントロールを見てください。ここではオーバーシュートのアニメーションが制御できます。オーバーシュートとは一度行き過ぎてから戻って落ち着く動きのことです。この余韻の動きはモーショングラフィックスでよく使われるアニメーションの一つです。このスクリプトはスムーズなモーフィングアニメーションを自動作成して、そのキーフレームを利用したオーバーシュートのアニメーションを作成できます。私たちが調整する場所は01のオーバーシュートのコントローラーの3つのパラメーター。一番上のアンプリチュードは振幅のことです。4画面で数値を比較してみましょう。揺れの幅なので数値を上げると大きくアニメーションします。次のフリークエンシーは周波数です。何回揺れるかという頻度を制御します。数値を大きくすると揺れの回数が多くなります。次のディケイは減衰です。揺れの収束についてのパラメーターです。数値を上げれば揺れが長く続きます。その下のコントローラーでトランスフォームを調整できます。ここでは01がモーフィングする時のトランスフォームについて調整できます。試しに不透明度を 40%、 スケールの高さを大きくして Y 極で画像を歪めます。再生してみましょう。このようにモーフィングする時のトランスフォームについて調整ができます。トランスフォームを元に戻します。そして必要であればレイヤーのモーションブラーもオンにすれば見え方が変わります。より迫力のある表現ができます。そして重要なのはアニメーションの起動です。01の1パラメーターのモーションパスはもちろん編集できます。この時気をつけることは予備動作のモーションパスもちゃんと調整することです。再生します。
このようにモーションパスを編集しても自然なオーバーシュートになるように自動で調整されます。では次に03から04にモーフィングをつけていきたいと思います。01と02は非表示にしておきます。03と04は文字がバラバラになっているので、それぞれの文字をペアでモーフィングをさせていきます。こういうアニメーションをつけていきます。この時便利なショートカットが使用できます。シフトを押しながらモーフイットを実行すると、選択したレイヤーをペアとしてモーフィングします。やってみましょう。03と04のレイヤー数は9つずつなので、それぞれを順番に選択していきます。モーフィングさせたい文字を交互に選択していきます。では交互に選択できたらシフトを押しながら実行しましょう。さあどうなったでしょうか。再生してみましょう。ちゃんと1文字ずつモーフィングにより切り替わっています。このようにシフトを押しながら実行することで選択したレイヤーをペアとしてモーフィングできます。ではアニメーションをつける前に戻します。それではもう一つのショートカットを紹介します。オルトを押しながらモーフイットを実行すると、アニメーションの予備動作をなくすことができます。先ほどと同じようにレイヤーを交互に選択します。シフトとオルトを押しながらモーフイットを実行します。再生します。分かりにくいので2画面で比較します。下の方は予備動作がないのでテキストが上に上がらずに動き出しているのが分かります。このようにオルトを押しながら実行すると予備動作をなくすことができます。ここまでモーフイットのボタンだけを使用してきました。では他のボタンについて説明します。03と04は非表示にします。先ほどアニメーションを作成した01と02を使用します。まずトレイルはモーフィングするオブジェクトの軌跡のラインを描画する機能です。すでにアニメーションがついている01を選択し、カウントを5にしてトレイルを実行します。これだけです。これで軌跡のラインが作成できました。ラインのシェイプレイヤーが新規で作成されています。エフェクトコントロールでこのラインの色や太さなどを調整できます。再生します。トレイルはこのようなラインを作成できる機能です。次はスライサーを使用しましょう。スライサーは複数の断片に分割する機能です。なのでアニメーションをつける前に使用します。このコンポジションはアニメーションをつける前の状態です。01のレイヤーを選択してカウントを5でスライサーを適用します。するとレイヤーがこのように5つの断片に分割できます。では02もスライサーで5つに分割します。これらのパーツを交互に選択します。シフトを押しながらモーフイットを実行すればこのような表現が可能です。この2つのボタンはあくまで補助的な役割であることが分かります。これで一通りの説明ができました。いかがだったでしょうか。基本的にモーフイットのワンボタンで高品質なモーフィングのアニメーションがつけられます。とてもシンプルで分かりやすいスクリプトですが、成果物に与える影響は絶大です。このスーパーモーフィングでないとできない表現があります。モーションデザインスクールのプラグインの中で私が最初に欲しいと思ったプラグインです。持っていて損がないプラグインだと思いますので、今回皆さんに紹介しました。興味がある人は概要欄のリンクからチェックしてみてください。割引クーポンも用意しているのでぜひ使ってください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。